今日は N 語の木、金、土の3つの漢字を勉強しましょう。まず最初にサムネイルの答えを発表するね。答えは土木だよ。土木っていうのはトンネルや道路、ダム、橋などの暮らしに必要なものを作ることを言うよ。日本にはたくさんの土木作業員が日々汗を流して日本を支えてくれているんだ。それではいつもの漢字クイズを始めるね。さて、この漢字は何と呼ぶでしょうか？ヒントはひらがな4文字です。英語では Thanks God it's Friday と言います。金曜日は土曜日、日曜日と休みが続く日。金曜日の夜は心置きなく遊ぶことができます。答えは最後に発表しますね。まずは木。音読みは僕、木。音読みは僕、木。訓読みはき、こ。訓読みはき、こ。例文を読みましょう。リンクは剣で木を切る。リンクは剣で木を切る。リンクは剣で木を切る。リンクは剣で木を切ります。しかし木を切るときは斧を使うことが多いです。チェーンソーマンのデンジはポツタで木を切りますね。言葉をもっと増やしましょう。並木道、並木道、並木道。大木、大木、大木。木材、木材、木材。シャンゼリゼ通りはフランスにある並木道で有名ですよね。世界一長い並木道は実は日本にあります。日本の栃木県の日光にあります。長さが37キロ。山手線より長い距離なんです。ここは杉がたくさん生えています。ここを歩くととってもリラックスできるでしょう。近くに行ったら寄ってみて。次は金を覚えましょう。音読みは金、金。音読みは金、金。訓読みは金、かな。訓読みは金、かな。例文を読みましょう。金曜日は仕事帰りに夜遊びできる。金曜日は仕事帰りに夜遊びできる。金曜日は仕事帰りに夜遊びできる。私は36歳です。私が小学校の頃は土曜日も学校に通っていました。今は土曜日は学校もお仕事もお休みですね。でも昔の日本は違ったんです。昔は学校もお仕事も午前中だけ行っていました。日本人はたくさんお勉強とお仕事していたってことですね。言葉をもっと増やしましょう。金具、金具、金具。金髪、金髪、金髪。貯金、貯金、貯金。海外の人だと金髪の人もいるかな？日本は黒い髪の人が多いよ。女性は茶色に髪を染めた茶髪が多いよ。ケイはハゲてるから染めてないよ。次はドを覚えましょう。音読みはド、と。音読みはド、と。訓読みは土。訓読みは土。例文を読みましょう。ここから先は土足禁止だ。ここから先は土足禁止だ。ここから先は土足禁止だ。日本の家や建物は靴を履いたまま上がれません。
玄関で靴を脱いで揃えて家や建物に入ります。ですので、この土足禁止や土足厳禁の文字を見ることが多いです。見たら靴を脱ぎましょう。わからなかったら靴 OK、靴 NO と聞くといいと思います。言葉をもっと増やしましょう。土遁の術、土遁の術、土遁の術、土手、土手、土手、土俵、土俵、土俵。土手を知っていますか？海外にはない場所かもしれません。土手は川の近くにある盛り上がった土地のことです。日本のドラマやアニメには土手がよく出てきます。雨がたくさん降ると川の水が増えます。川の水が町に行くと大変なことになります。なので土手があることによって防ぐことができます。クイズの答え合わせをしましょう。答えは花金、花金、花金。金曜日は仕事の最終日。この日が終わると明日から土曜日、日曜日と休めます。みんなハッピーな気持ちになりますよね。花金はマニアックな日本語かもしれません。通じる人と通じない人がいます。若い人も SNS で使う人がいます。花金だからサウナで整いに行かないと使ったりします。一緒に働いている同僚に今日は花金ですねと言ったら、どこでそんな日本語を覚えたの？すごいと言われるかもしれません。それでは今日習ったことの復習をしましょう。今日は3つの漢字を覚えたね。そう、N 語の漢字、木、金、土を勉強したね。ベーシックな漢字は日本では日頃からよく使います。N 語の漢字を覚えていくと日頃目にする漢字がわかるようになるよ。頑張ってね。ではでは今日のお勉強を終わります。では、K でした。